韓国政府の環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 CPTPP 加盟の公式発表が当初より遅れる見通しです。専門家らは、韓国の CPTPP 加盟のためには、日本の福島県産水産物の規制撤廃、米市場の追加開放など高い入場料を払わなければならないと懸念する声を上げています。CPTPP に加盟するためには、11の加盟国すべての同意を得なければなりませんが、現在の議長国は日本なのです。韓国では、関係省庁間の調整と政府与党間協議の手続きが容易ではないため、CPTPP 加盟の可否を決める対外経済長官会議が延期され、公式発表まで連鎖的に持ち越されるのではないかという見方が優勢です。これまで韓国政府はアメリカが抜けた経済協力隊に積極的に参加する要因が相対的に少なく、CPTPP を実質的に主導している日本との関係が悪化しているため、決定を先送りにしてきました。中国、イギリス、台湾などが CPTPP 参加手続きを進めており、アメリカも CPTPP 参加関連交渉の機会があれば考慮する用意ができていると明らかにしました。このように、多くの国が CPTPP 加盟手続きを進めると、韓国も加盟に向けた内部調整に入り始めたのです。問題は、日本が韓国に対して水産物輸入規制撤廃と農畜産物市場の追加開放を要求する可能性があることだとされています。韓国農業経営人中央連合会は、CPTPP は議決されたとの FTA より韓国農業に及ぼす影響が大きいと予想されるとし、これを農業放棄、ひいては食料主権放棄とみなして対政府闘争を展開していくと反発しています。この記事には多数のコメントが寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。暗証じゃなくて入れませんよ。韓国にとってはグレートウォールだな。38度線みたいに甘くはない。38度線みたいに自分で埋めた地雷を自分で踏むイメージ。いつも呼ばれてないのに来てやったみたいな態度をするところが本当におかしい。世界中から嫌われている自覚を持てばいいのにね。泥棒は特にお呼びじゃない。韓国はたくさんのロイヤリティを日本に払っていると叫んでいるが、その証拠を TPP 加盟国に提出してみせたらどうなんだろうか。勝手に日本の品種を魔改造して増やし荒稼ぎしていて、日本主導の TPP に加入するなど肩払いたい。大丈夫。加入できないんだから暗証とか存在しないよ。手を挙げれば加盟できると思っている時点で、ゴキブリって世界一廃棄民族だって再認識したわ。暗証など心配しなくてもいいのでは。漂っているだけでしょ。勘違いオツなんだよな。輸入受け入れが必須だから交渉条件にすらならない。大丈夫大丈夫。この件がなくても韓国じゃ加入できないんだから。それ以前の問題で韓国は加入資格すらないっての。頭悪すぎだろ。いくら脳機能低下と遺伝子異常があったとしても頭悪すぎ。まるでそれだけで加入できると言わんばかり。アホですか。いやいや、福島のうまい海産物を味のわからない朝鮮人に食わせるのはもったいない。韓国人は自国の放射能に汚染された海産物を食べていればいいからね。オリンピックで出された食事は他国で絶賛されていたし、逆にそれを食べた韓国人はめっちゃ叩かれてたけど、その時はさすがに同情しちゃったよ。
条約協定合意を守れない国が国際的枠組みに参加なんて笑える。報復絶倒。条件闘争かよ。白旗あげて土下座しかないんだがな。土下座はしなくてもいいが、ルールを守らないとダメなので、韓国の加入は無理。ルールを守ったことなんかないんだから。白旗あげても武装解除しないじゃない。つい最近ムン・チェインも北朝鮮と終戦協定を結ぼう。それは政治的なことだから不都合ならいつでも破棄できるって言ってたもんな。土下座しても信用できない。土下座してうつむいている時に舌を出していて歩き出す前には忘れるような輩だから。韓国中華人民共和国の TPP 加盟よりも可能性は低いです。部分参加とかアホなこと言い出す国って韓国以外にあるのかって話よ。加盟申請直前のステージで揉めるような話ではない。今まで国内挑戦を一切行ってこなかっただけ。やっぱり選挙目的の愛国扇動だったな。日本が韓国に意地悪をしている。許すまじで政権が取れるなんてちょろすぎ。加入できると思い込んでいるのも大概だが、日本産水産物の規制撤廃だけが原因じゃないだろうに。はっきりすっきり冷徹に断言してやればいい。議長国として韓国の TPP 加盟申請は却下です。正式メンバー国として加盟前に国間協議は拒否しますって。韓国政府が参加希望を出して日本政府が拒否するところを見たい。要求っていうか基本的なルールだな。それな。加入申請以前の法整備でこれらは守らざるを得なくなる。その上で、現加入国とのシビアな交渉が始まる。これすら守ることができないから、加入申請するだけ無駄だって言われているのを気づけと。どうせレッドメンバーとしてしか見られていないんだし、すり寄る必要なし。韓国はルールすべてに違反している。まずはルールを守ることを教えなければならない。韓国の法概念は、国際法より国内法に重きが置かれてる。これで国際関係が成り立つわけないわな。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。韓国の TPP 参加は難しいだろうと思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。